こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、イタレリの12分の1ランチャデルタ HF インテグラーレの制作の続きやっていこうと思います。で、今回の動画では、前回クリア武器をしたボディの研ぎ出しをやっていこうと思います。はい。まあちょっと今回ね、今回のクリアは、ボーンペイントのフルグロスクリアっていうちょっと新しいクリアを使ったっていうのがあるんで、研ぎ出しがどんな感じなのかっていうのを、ご紹介していこうと思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらね、研ぎ出しやっていきます。いつものやり方自体はね、いつもともうほんと一緒なんですよ。3000番のペーパーで、表面のアラを落として、で、磨いていくっていう感じなんですけど、まあ正直なところ、ほとんど磨かないでいいレベルで、綺麗です、正直。こんな感じなんでね。ほとんど磨かなくてもいいレベルではあるんですけど、やっぱまあちょっとクリアだまりとかね、あとデカールの上とデカールがないところとでちょっと肌が違ったりとかっていうのがあるので、軽くだけね磨いていこうと思います。はい、なんでもう本当にサラサラーっとやっていく感じなんですけど、結構このボーンペイントのこのフルグロスクリアは結構表面が硬いので、ほんとね、削り心地とかもウレタンクリアに近い感じなので、下手にね力を入れてグイグイやっちゃうとトラブルの元になっちゃうので、しっかりとね削れるペーパーをヤスリを使って表面を処理していきましょう。でこう耐水ペーパーとかだと多分刃が立たないと思います、この硬さには。なんで削れなくて力んじゃって結果やらかすっていうことになりかねないので、なるべくねしっかり削れる、この猿削りとかだったらねガスガス削れるんで削っていってあげる。この時に表面に柚子肌とかが結構ひどかったりとかすると削るのが大変になるんですよ。この柚子肌を全部この3000番のペーパーで落としていかないとダメになるので結構大変になるんですけど、今回とかだと表面すごく綺麗なのでほんと軽く表面をさっと撫でる程度で十分だと思います。なんだったらやらなくてもいいぐらいかなと思うので、こんな感じで表面を削ってあげる。である程度削ったらね目が詰まってくるんで、目が詰まってくると削れなくなってくるんでね、そういうのは、メラミンスポンジだったりとかキッチンペーパーとかをこすったら取れてくれるんで取ってあげます。ほらもう今軽く当てただけでほとんど綺麗に艶消しになったでしょ、表面が。こんな感じ。そしたらこれで次の工程に行きます。はい、でもういきなりコンパウンドでもいいんですけど、最近特にこれビッグスケールがでかいっていうのもあるんで、最近はこの後この紙安の工板手セットの4000と6000ぐらいだけでもいいからかけておくようにしてます。じゃないとコンパウンドが大変になっちゃうんでね、かけるようにしてます。これはやってもやらなくてもいいかなと思うんですけど、やった方がこの後の作業が楽になるかなと思います。でこの辺の4000番とかになってくるともう
ドライでやると一瞬で目が詰まっちゃって削れなくなっちゃうんで、みそぎで表面を削っていくと。で4000番までいくとね、削れる量は本当にねたかが知れてはいるんですけど、それでもヤスリには違いがないので、4000番でも何も考えずにね、やってると角の部分のね下地を出しちゃうこととかあったりするので、そこはね気をつけてあげてください。っていうかちょっと今一箇所ここクリア溜まり綺麗になってないな。これね、パーツの角の部分とかはこうやってクリアがたまるんですよね。見えないよな、白ベースだから。これもうねちょっと光ってるでしょ。これクリアがたまってて、ちょっとここがうねってるんですよね。こういうのがねどうしてもできちゃうんですよ。クリアもやっぱ液体なので表面張力で端っこに寄っていってしまうので、これが残ったまんま研ぎ出しをすると、こう蛍光灯の光とかが当たった時とかにね、ここで光が曲がるんでちょっとブサイクっていうのがあるので、こういうのをね綺麗に鳴らしておきます。こういうのやるときはね角なんでね H を出しやすいので気をつけてペーパー当てましょう。地味ですけどね、この作業はね地味ですけど、やっぱりやるとやらないとだと表面のね仕上がりは結構変わるんで、なんだかんだね僕研ぎ出し嫌いやっていつも言ってますけど、なんだかんだで嫌いや言いながらやるっていうのはやっぱりねやると違うんですよね。こんな感じで4000番。ティッシュはない。で4000番かけてあげるとさっきよりもちょっと表面のキメが細かい感じになるので、次このまま6000番いきましょう。本当ねいつも言うことなんですけど、カーモデルをこう展示会とか人に見せたりとか
した時の第一印象のまあ大体8割ぐらいはね、この屋根とボンネットで決まると思ってもらっていいと思います。屋根とボンネットが綺麗にできてたら、他のところがねちょっと粗があったりとかしても大体この作品は綺麗だなっていう印象を与えられます。なのでね、まあ最低でもこのボンネットと屋根だけでもピカピカにしといてあげるといいんじゃないかなと思います。正味サイドとかね、こんだけ光沢あったら磨いても磨かなくてもほぼ分かんないと思いますよ。だって蛍光灯当たんないですからね、サイドには。今6000番やってあげるとちょっとね照明が反射するようになってきたでしょ。まあこれぐらいでコンパウンドいってもいいですし、まあ、もうちょっと元気があるんだったら8000番とかやってあげてもいいですね。はい、8000番。まだねさらにさっきよりも照明が綺麗に映るようになってきましたね。この丸いのはこのカメラのところについてるリングライトで、この1本ピッて線が入ってるやつ、これは天井の照明なんですよね。この天井の照明、この1本ピッて入るこの天井の照明がねくせ者なんですよ。これがこの表面のうねりとかをすごい分かりやすく、照らしてくれるので、こいつをねなんとかするっていうのが非常に重要になります。はい、そしたらここまでできたらここからちょっとコンパウンドをかけていきます。コンパウンドいつも使ってるこれね、これを使っていきます。これ自動車板金用のコンパウンドですね。よいしょ、これを表面につけてで磨いていきます。コンパウンドはね結構人によってやり方が違うんですけど、最終綺麗になってりゃ何でもいいと思うんですけどね。結構よく言うのはこうやってクロスでやるとね、クロスにコンパウンドが染み込んじゃってすぐに表面の研磨力が落ちていくんですよね。なので指とかにラップを巻きつけて、でラップでこう磨いていくっていうやり方もあります。その方がね研磨力が長持ちするんですよ。なんでそういう風なやり方をするっていうのも一つですね。どっちでもいいと思います。綺麗になれば OK。でこの時に固まった時の表面コードが柔らかいクリアとかだとこの時にねなかなか傷が消えないんですよ。傷が消えないっていうよりヤスリの時点でこう必要以上に深い傷が入っちゃうんですよね、柔らかいクリアの場合は。そうするとこのコンパウンドで消すっていうのが結構大変になるんですよ。
だからクリアによって研ぎ出しに向いてるクリア向いてないクリアっていうのをカーモデラーがよく言うっていうのはそういうとこなんですよね。でこのボーンペイントのフルグロスクリアがどっちかというと表面コードはすごく硬いので、研ぎ出しは非常にしやすいです。ただ表面コードが硬いんだけど柔軟性があるんですよね。柔軟性があるんでちょっとパーツをしならせてぐらいではクラックが入らないっていうのもこのフルグロスクリアの特徴ですね。なのでラッカー系のクリアでね表面コードがめっちゃ硬いやつってなると表面にクラックが入ったりっていうのがね起きがちで、ここ最近僕もね何回か悩まされてる現象だったりするんですけど、そういうのがね少なくなります。一回ね軽く全体かけてあげたら、今の状態見せたらよかったな。一回軽くかけたら表面の状態見て、でまだ磨き傷が残っているようであればもう一回コンパウンドつけて磨いてあげる。でこの表面の磨き具合っていうのもここもね結構人それぞれなんですよね。もうテッカテカにするのがいいっていう人もいてはるし、この車とかだとね1990年とかの、ラリーカーっていうのもあって、30年ぐらい前のラリーカーっていうのもあるんで、そんなにね綺麗じゃないんですよ実車も。なのであえて、磨き傷を残したりとかあえて磨かないっていうのもリアルさの表現の一つの仕方だと思うので、研ぎ出すことが絶対ではないと思うので僕はね。なのでどういう風に見せたいかで選んであげたらいいと思います。ただこれ今作ってるこれとかはね依頼品っていうのもあるのでね、やっぱり僕の好み云々よりはどうしてもその依頼者さんがこうしてほしいっていうのが優先にはなってくるので、そんなのねちゃんとヒアリングしながらやってます。でこんな感じねピシッと綺麗に開いてると思います。こんな感じね。多少ねこのマルティのデカールはねデカール入るの時点でちょっとやらかしてねちょっとクリアに引っ張られて気泡みたいなのが入っちゃってるんでね、あんまり段差消し追い込めてないんですよ。なんでちょっと段差残ってますけどもOK でしょう。こんな感じかなり綺麗ですこれねこれをね、全体にやっていきます。で研ぎ出しが全部終わってこんな感じになりました。ちょっとね、テンションが上がってしまって、塗り分けを収録外でやってしまいましたなんかね研ぎ出ししてたらなんか気分がね上がってしまってついついここまでやってしまいましたこんな感じで、窓枠とここのドア上の、モールと、前後バンパーのこの黒い部分を塗り分けしました。フロントバンパーとかもねこんな感じで塗り分けやりました。で後でねここにデカールを貼るって感じになります。で、研ぎ出しの方なんですけども一応こんな感じこうカメラ越しで伝わりますよね。こんな感じでピカピカになりました。ボンネットもこんな感じで綺麗にしてます。ここの2箇所っていうのが綺麗だと、かなり、この完成品に対する見た目の印象っていうのは、変わってきます。ここが綺麗だとこれの作品は綺麗なんだなっていうイメージを持ってもらえると思います。で逆に、サイドのドアだったりとか、このサイドの
パーツですよね。この辺っていうのはもうほぼコンパウンドしかかけてないです。この辺だけはねちょっとね、ここら辺だけはちょっとここの塗り分けのマスキングをした時にマスキングテープの糊の跡がついちゃったんで軽くペーパー当てましたけど、このドアとかに関してはもうこれコンパウンド当てただけですね。それでもこんぐらい綺麗にはなるぐらいの表面には、フログラスクリアで仕上がってたんで、これでも十分綺麗なんですけど、やっぱりでもこのボンネットとかルーフと比べるとちょっと表面に柚子肌っていうのが少しある。特にねこの辺とかですかね、この辺とかに少しほらこんな感じで柚子肌がね少しあるんですけども、でもこれぐらいだったら、ほぼ分かんないと思います。はい。なんでね、こんな感じで表面を磨いてあげて、ちょっと糊で、塗り分けまで終わらせてしまったので、次の作業からは、いよいよボディの組み立て、をやっていく形、ガラスだったりとかヘッドライト周りだったりとか、ボディの組み立てをやっていくっていう形になっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけたらなと思います。はい。いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、よろしければお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。